けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。2021年、どんな年になるでしょうか。少しはですね、落ち着いた年になれば良いなと願っております。これもひとえに本当に、生活を支えてくださる皆様、医療従事者の皆様のおかげと思っております。本年もよろしくお願いいたします。医療従事者の皆様、年末年始も大変だと思いますが、本当に、心より、御礼申し上げます。頑張ってください。今日はですね、久しぶりに本格版の油絵の動画を上げようと思います。自宅におられる方も多いかと思いますので、ちょっと長尺のゆっくり、作ってみました。早送りをなくして、丁寧に、作っております。感染等が落ち着いたら、医療従事者の絵が好きな方も多いと思いますので、またゆっくり見れるようにということで、作らせていただきました。本年もよろしくお願いします。それではどうぞ。解説をしていきたいと思います。まずですね、これは白亜紀という詩自体ですねに、デッサンを転写したものです。で、今回はちょっと本当に初めて見るような人もいるかもしれませんので、私のいろいろな秘密の技法をいくつか教えていきます。これはですね、今これ、筆の先を、ナムラのナイロンの筆の毛先をあんな風に切ります。そして墨入れという作業なんですが、水とだいたい墨を1対1ぐらいで、だいたい溶いていきます。で、白亜紀の作り方とかはそれはそれの動画を作っておりますので、ぜひ、そういうのも参考にしてみてください。もうちょっとこれ難しいので、白亜紀というのはですね、パネルに、ジェッソなどを薄く何層も塗ったような代用品でもいいんじゃないかなっていうふうには言っております。で、墨入れですね、細い線で描いていきます。意外とこの段階僕好きなんですね、こういう仕事で。私の動画をあまり見たことないという人も多いかもしれませんので、自己紹介しておきますが、私は小木曽誠というものです。もう20年以上は絵描きとして、プロとしてやっております。個展などもですね、昨年の9月ですかね、日堂画廊さん本店、10月は福岡日堂さんでやらせていただいたりとか、あとは日本橋の三越さんで、2018年かな9年かな19年かなであるとか、日本橋の高島屋さんで2017年とか、個展をさせていただいたり、賞とかもいろいろ取ったりしています。今は大学で教員をしておりますが、これ墨入れですね、ちょっとこうたまにこう回転させながらまっすぐ下に下ろしていくのは、こういうふうに画面を横にした方が楽なのでですね、九州の佐賀大学というところの佐賀大学芸術地域デザイン学部というところで、准教授というのかな、教員をしております。で、昨年の春先ぐらいからこういう動画を作り出したんですが、このコロナ禍の中で大学もオンライン授業になるということと、やっぱり学生たちに日頃はこういうのを見せていたんですね。で、墨入れが終わりまして、これはコバルトブルーで、動画もすべて iPhone だけで今やってますので、ローアンバー、ちょっとね画像が悪いこともあるかもしれませんが許してください。もうすぐ12にしますんで、いつ買うか分かりませんが、近い 2,3 ヶ月以内には買おうと思っております。しっかりまず、練っておいて、テレピンですね、テレピンでしっかりとこう希釈をしますね。テレピン1に対してぐじゅぐじゅぐじゅとしっかり混ぜます。テレピンでやるとよう混ざりますので。で、このインプリマトゥーラという仕事は白亜紀の吸収を止める仕事ですね。吸収を止める。そして私はある程度暗い、下地を作るのが好きで、これはポピーオイル、完成油ですね。テレピン1に対して 0.5 ぐらいかなと。もうちょっとテレピン入れとこうかなっていうので足しました。
これにダンマル樹脂というのを足すこともあります。それも完成と同じぐらいかな。だから完成油ダンマルが1に対してテレピ2とかですね。でハケでインプリミトゥーラ、ムサビの本にはミトゥーラ、東京芸大の本にはマトゥーラって書いてあります。翻訳の仕方なんで、どっちでもいいかと思います。かなり大胆に暗くなりますね。塗ったら横に塗ったら縦に塗る、横に塗ったら縦に塗る。すごい脱線が多いですんで、私の動画はですね、もうそれが面白いという人もいれば、脱線すんなっていう人もいますが、もう何度も言うてますが、ボランティアですので、有料化するつもりはありませんので、 CM が入っていないと喜んでくれてる人もいますので、脱線はお許しください。うるさかったらミュートにしてくださいね、ミュートにね。で、こういう風に少し塗って縦に塗って、そうするとハケムラが少しなくなってきますね。これで、だいたい4日5日乾かします。乾かしましたよって、塗り色が少し吸収がしっかりですね、マットな状態になりますね。またコバルトブルーにローアンバー混ぜ合わします。今度は絵皿ではなくてパレットの目で混ぜてますね。これテレピンですね。この吸収を止めるという仕事はですね、白味独特のやっぱすごく描きにくいです。おそらく初めて描く人、キャンバスとかに慣れている人は非常に描きにくいかと思いますが、私はもうキャンバスのブツブツの目ですね、細目とか細かい目のキャンバスも売ってはいるんですが、そういうのもちょっとあまりに得意ではないというか、でいろいろやった結果、この白味が一番私の中ではしっくりきていると。ほとんどというか、一般的なのほぼ全部やったかなと思います。ただアクリルの下地は実は僕やってません。なんとなくもうこれが長くなってしまったんで、今から変えるのはちょっと勇気がいるので、学生なんかはジェスソを薄めて、何層か塗ったような下地とかを使ってます。ですね、シナベニヤというベニヤを使うことをお勧めします。ラワンのベニヤではなくてね。これ叩き筆、これもよう出てきますんでね、叩き筆ぜひいろんな動画を参考にしてみてください。画材についてっていう動画なんかにあるかもしれません。ちょっと多すぎた2層目のインプリマトゥーラミトゥーラ、ちょっとティッシュで叩いて、そして叩き筆でこうやって叩いて平滑にしていく。下の線がうっすら見えているんですね。これが見えるかどうかですね。こういう状態ですね。で僕はここからここ下の色が完全に乾いたら、肌はグリザイ油、その他は普通に着色していきますということで、肌の色は私はグリザイ油、ほぼグリザイ油で、今回はシルバーホワイト左、右チタニウムホワイト、ブリブリブリと出します。チタニウムホワイト3箇所に今回出しました。一方シルバーホワイトは左側2箇所に出しました。僕のこれやり方です。こういう動画で何度も言うてるんですけど、私のやり方なので、それぞれで皆さんで工夫されてください。これはポピーオイルです。ここの絵の具を練る場所にも少し1滴2滴ぐらいはちょっと垂らしておくんですね。でこれはスタンドオイル、真ん中の白シルバーホワイトとチタニウムホワイトのところには、スタンドオイルというのをドロドロドロと蜂蜜みたいな感じですよね。混ぜて、これをしっかりとパレットナイフで混ぜます。このパレットナイフ、これすごく便利ですよね。この平らなやつ、バターナイフみたいなんでのような感じかな。こういうのすごい便利ですよ。でちょっと糸を引いてきますね。で本当にだいたいこれでラップをして1日置くと一番描きやすいんですが、もういきなり描き出しました。左の方はポピーオイル、右側はスタンドオイル、そしてここにさっき一番初めの方で1滴2滴置いたのをそこに滑らしておく。アイボリーブラックかな、ピーチブラックかな、バーンとシェンナトランスオキサイドレッドみたいな、ローアンバー、ウルトラマリンかな、コバルトかな、ウルトラマリンにコバルトブルー、これはコバルトグリーンかな、これはカドミウムレッドかな、こ
これはクリムソンレイキだと思います。これなんだ、これがクリムソンですね。その前はブライトレッドライト、今のオーロライエロー、カドミウムイエローですね。こんな絵の具を使いました。ぜひ停止して、もう字幕を入れるのが大変なのであまり入れたくありません。停止して、ぜひ、この一番下ですね、コバルトバイオレットっていうのが入ってます。これ先ほど出てませんでした。コバルトバイオレット、僕この色好きでですね、高いですよ。これものすごく高いです。この1本で居酒屋でね、いっぱい飲めますよ。たくさんってことじゃないけど、ビール2杯に焼酎2杯ぐらいはいけるんじゃないかな。で、こういう風な状態にしました。そしてまず僕はこれポピーオイルだけで、僕のやり方ですよ。いやまあなんか必ず動画を上げたらその日のうち次の日ぐらいに悪いねってつける人がね2人いるんですよね。嫌われてますね。面白いもんですよね。批判したい人は批判するという世の中になりましたもんね。変なもんですよね。これちょっと毛がついてました。もうその典型的、これねちょっとね画面をこういう風にちょっとポピーオイルで一回濡らしておきます。まあいろんな動画で言ってますが、一億総表現者社会というんですかね。もう典型的なのは最近あった M1 グランプリですね。もう面白かったって終わってるんですけど、次の日ネットニュース見たらあれは漫才なのか否か、マジカルラブリーのねネタ、もう面白かったからええやんと思うんやけど、やっぱ言いたい人は言うんですよね。本当にその労力時間、私にくれないか、いつもそんな風に思っておりますね。もうあんな人前で、そしてあのプレッシャーの中で笑わせるってめちゃくちゃ難しいんですよ、ね。僕は別に芸人じゃないので何とも言えませんが、ギャラリートークなんか100人の前200人の前でやるときはまず笑かそうと思うんですよね。まあ笑うとその場の空気が和みすいませんベラベラ喋ってますが、まずですねこういう闇の中から明るい色でうわっと僕は浮き上がらしていくのが好きなんですね。で石膏デッサンの動画を上げたんですけども、それもやっぱり批判、これは大したことないみたいなことをコメント書いてきた人がいましたね。消しましたけどね。あの動画っていうのは別にその一般的な受験でする石膏デッサンを教えたかったわけではなくて、この状態のことをやるような感覚のためのデッサンなんですね。で、2時間でやっているのに、批判をしてくるという人がいるんですね。そういう人がどんどんこう増えてこないことを祈りますよね。本当に面白くなかったり見たくなかったら見なきゃいいだけの話なんですけどね。なんかこう批判したがる人っているんですね。でこういうのは組織とかの中にもやっぱりいるんですよね。どんな組織でもいます。そうすると物事が進まないんですね。簡単に言ってしまうと、確率で言うと6割はいけるやろうってことをね、その4割をもっともっと、ダメなんじゃないかって言って、一か八かみたいなことはなかなかしたがらないですね。そういう人とかね。何の話してんやって感じですね。脱線が始まりましたね。でその意見というかですね、皆さん日常でこういうこと思いませんか？好きになる感情より嫌いになる感情とか嫌な感情とかの方が疲れませんか？なんかわかります？これの話。なんとなくこうなんか嫌やなと。僕の多分アンチのその2人は僕のことすごい嫌いなんでしょうけど、なんかこうその感情ってすごくこう労力を使うというかですね。例えばなんか怒らないといけない時があったりする。注意しないといけない。でも大多数の人はあんまりそれねしないですもんね、注意をね。でもやっぱり注意するということはものすごく労力がいってすごい疲れる。でも注意じゃない部分の怒りや憎しみの感情って実はなんていうかストレスの発散なんですよね。ほぼね。何の話やねんって感じですね。こういうとこ慎重に言ってますね。本当にそういうのは非常に感じますね、最近ね。
で、髪の毛も暗く、この段階、グリザイユと完全には言い切れないんですよ。これカマユっていうことなんですが、黒白を中心に、描いていってます。相当ひどい脱線やったな今日はね。本当僕一番もうなんか腹立たしいというか嫌なのはね、医療従事者に対してなんかこう差別的なことをする人がいるっていうのが全く意味がわからない。なんでですかね。もうその人がもし感染したら入院もしないんでしょうね。もうそう思いますよ。保健所のお世話にもならないでほしいですよ。本当にこうね、命がけて、頑張ってくださってる人に対してそんなことをね言うっていうのが全く意味がわからない、というのがあります。で、ちょっと、唇などは私はちょっとこうグリザイユとかで描くよりは少し色をつけておこうと思います。なんか本当にこう地道な仕事ですよ本当に。でいろんなこう描き方もちろんあるんです。そんなのはもうどうでもいいんですね。それぞれが選択すればいいんですね。でちょっと初めのうちはこう真上から撮っているのでちょっとディティールみたいなのは見えづらくて申し訳ないです。これ平滑に叩き筆というので、叩いていっております。後半はちょっと斜めから撮ってます。だからどっちがいいのか分かりません。こっちはねパレットでどういう色を混色してるっていうのを見せたいなと思ったので、上から撮りました。本当にこう世の中がねなんか変わりましたね。この10年20年、で変わりましたね。なんかこう SNS というのが普及することによってね、皆さんほとんど大多数の人は楽しいですって言ってくれるんですけどね、本当に嫌な気分にもなるというのはしゃあないですけどね。なんかね嫌な部分といい部分両方あるかなと思います。ちょっとずつこれはね生乾きの状態の上にインパストってちょっと厚く塗っていってるんですね。でよくこう、僕は写実画家というふうに称されてます。自称はしていないんですが、でやっぱりよくね写真みたいやって言われるんですけども、やっぱり本物を見ていただくとそこには物質感があったり、透明不透明絵の具の美しさみたいなものがあると思いたいというか、そういうのを見ていただけると絵画なんだなっていうのが分かってもらえるかなっていうふうに思いますのでね。でちょっと明るいとこを厚く塗っていくということをします。人の人間の目っていうのは暗いとこを見るよりはだいたい明るいとこを見るような習性があると思うんですね僕は。光が当たってるとこに目がいったりとかしますのでね、いきなりね暗い闇の中を見るっていうことはないと思います。だからそこに絵の具の物質感をぶつけておいたりすると、簡単に言うとこのパレットの上の白い絵の具でも薄く塗ってるとこと厚く塗ってるとこでいうと厚いところに目いきませんか、3つの白いっていうことを利用して、実際に、書いてある方も厚いところに、明るいところに厚い絵の具を塗っているということでございます。この辺ねちょっとね本当はこれ輪郭と輪郭の間、明るいとこと髪の毛のところを乾いた筆でファ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 って頑張ってこう、溶け合わせてるんですね。これをスフマートと言いますが、スフマートね、そういうのをこういうの若い人が見ていたらぜひね、批判するより生み出す側の人間になってくださいね。もうこれは本当に思います。もうね何か言うのは簡単ですけどね作るの大変ですもんね。こんなんね僕もこれずっと143本目ですがね作るの大変ですよ。やっぱこう別に偽善でも何でもなく、皆さんがちょっとでも家で楽しんでもらえたらという、若干の余力がある人間がやっぱりですね、困っている人や何かですねそういう人のためにできんかなと思ったらもう完全に偽善と言われたら偽善ですけどもいいじゃないですかね。偽善がもう山ほど世の中に、溢れ返れば僕はそれはそれで素晴らしい世界になるんじゃないのかなと。アメリカというのは基本的にはすごくこうお金持ってる人が寄付をするという文化があるんですよね非常にね。で、日本というのはなんかそういうのをすると偽善だって言っていいじゃないですか。嘘のね善でもですね僕は全然そう思いますもんね。
本当にまあ変な話、これはプロモーションにもなりますもんね。この絵欲しいと思ってくれたらそれはそれでいいと思いますし、ね、ちょっとずつこれ洋服ね、ちょっと絵の具を厚めに塗ってます。厚く塗っていってます。まあちょっとこう後で、これはそれが生きてくる場面が出てきます。でまあ油絵の具の特性っていうのはやっぱりこう厚く塗れる、薄く描ける、透明不透明半透明、この辺りなんですね。だから厚い薄いと透明不透明半透明、この2大特性というのを活用して描いてあげることはまあ一つかなと。要は武器ですもんね。で背景の方も描いていきます。これはフタノシアニングリーンみたいな、これちょっと出したんで、上の方、右上の方にちらっと見えてるやつですね。ちょっと緑色の強いのを使いたいなと思ったのでフタログリーンみたいな色ですと黄色を混ぜていっております。インプリミトゥーラからこのような作業になっていきます。どんどん進んでいきましたね。なんかこうある方コメントでですね、家事をしながら、先生の動画を見て聞いていますって言ってくれた人がいて、ああそうかと。でうちの妻もなんかこう長尺のやつの方が家事とかしながら聞くにはいいんでとか言ってたんで、あ確かになと、ね、5分10分の動画が多い中もう40分超えというのを今回作りますが、もうちょっと面白い話した方がいいですね。なんかないかな、面白い話。でこれが、一応この段階でまた完全に、乾くのを待ちます。1週間ぐらいですかね。だから僕は同時に描いていきます。何枚も同時に描いていきます。乾いてるのを待ってる間、このぐらいのサイズだったら1日の作業は 2,3 時間かなっていう感じですね。だからよく聞かれるんですね。何日ぐらいかかりますかと。ずーっと書いてるわけじゃないので、ギュ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 ッと圧縮すると10日間ぐらい、でもまあ乾きとかを考えると1ヶ月半ぐらいかなっていう感じです。で同じ色です。大体確か全部同じ色やったかなと思いますね。こういうふうにプロセスで出来上がっていくんだと。黒白にしておく理由は何ですかって聞かれたら、この後にグレーズとスカンブルっていうのをやっていくんですね。グレーズっていうのは透明の色をかけていく、一方スカンブルっていうのは半透明ぐらいの色をかけていく、仕事ですね。半透明の色はもう白を混ぜたら大体半透明になりますよね。まあ別にグレーズって言ってももう半透明ぐらい、半不透明ぐらいでも別にそこのもうなんか縦割りみたいなのはしなくていいと思ってます。まあこれ僕もずっと動画の中でよく言うてるんですけど、日本人はそういうカテゴライズ好きとね、もう今回の M1 がもう典型的に出ましたね。あれは漫才じゃないとね、論争僕は言ってたでしょうね。確かに、野田クリスタルさんは一言も喋らなかった。やっぱりこうしゃべくり漫才じゃないとダメだみたいな雰囲気があるんですけどね、まあ面白かったしマイクがありゃいいんちゃうと僕も思いますもんね。それが本当に日本人の典型だと、もうあれは見てて僕は思いましたね。こう批判してる人たち見ると。で今回も多分そういうの出てくると思いますよ。私の動画に対してね。いいじゃないですかね。よけりゃね。でこれまた全面に、コバルトバイオレットをグレーズしていってます。で2層目は着色していこうかなと。実はもう1層いつもだいたい、グリザイユで顔とかを描くんですが、ちょっと動画の関係上、その段階は割愛しました。指ですり込んでます。ね、でちょっとこれでね感覚的にちょっと油が多いか少ないか画面全体の中で見てるんですよ。そしてちょっとこれはトランスオキサイドレッドバーントシェンナトランスみたいな色でグレーズというのをしていってます。要は下の黒っていうのはまあ青っぽい感じですね、に茶色を混ぜていくと、まあ、黄色っぽい感じですね。それがちょっと緑色っぽくなるというかですね、なんかそんな雰囲気ないですか。
これが僕がよく言ってる重層構造、絵の具の重なりですね。重層構造というものでございます。こういうのを生かして描いていってほしいなと思います。なんか海外とかの上手な油絵を描く人は真っ白いキャンバスにいきなりこうじわじわじわと出来上がっていくような絵とかを上げていて、再生回数がすごく伸びててわーと思うんですけど、実際本物とか僕もその人たちの見たことはないんですが、その絵を批判するつもりはないですが、あれと思うことはありますよ。あれと別にその批判かもしれんな、批判やな。やっぱりですね、伝統的な例えばフェルメールとかレンブラントとかレオナルドとか、やっぱりそういう絵の具の構造をうまく生かしている絵を見ると、やっぱちょっと違うなと僕は思ってしまうことがあります。僕がすごいということじゃなくですね、伝統的な作品と見比べてみた時に絵の具の深みみたいなのとかですね、絵の具の物質感であるとか、指でこすり込んだりしてるとかね、そういうのは僕は感じます。私の意見です。もし批判等あるならぜひ自分で動画を作って言ってください。もうそれが一番ですね。今はもうそういう表現の仕方をしてほしいと思います。で、本当になんかこう若い人たちがですね萎縮しだしてるという感覚は僕は見ててあるんですね。でもなんかこう匿名ならば言えるというやつありますよね。なんかこう言っちゃいかんのかなみたいな感じになっていってる気がして、ガンガン僕は言うてほしいと思うんですけどね。後で考えが変わってもいいと思いますもんね。で、顔の部分なんかねだいぶスカンブルって言って、目の中もね白っぽい色をかけていきましたよね、グレーズの後にね。で、これねちょっとほらなんていうのかな、ちょっと青っぽい色を入れてます。コバルトグリーンを少し入れてます。茶色系黄色系に対して反対の色に近い寒色系をこう塗っていってる感じかな、ね、だからそれがこうね、相反するような色でより色を強く見せているということですね。で少しずつこう下の絵の具の乾き具合などを見ながらですね、で色がはっきり言えないじゃないですか、何色っていうのがね、そういう風になっていっております。いやー本当にね家事とかをしながら見てくれてるって、確かになと思いながらですね、最近ちょこちょこっと朝ごはん僕作ったりしてるんですね。うちの妻はすごく料理が上手なので、でもやっぱりねたまに代わりに僕は作ってあげたりするんですけど、これを365日するって大変ですよ本当にね。いつぞや、主婦の仕事は簡単だみたいなことを言うて、炎上していた人いましたが忘れましたが、大変ですよ本当に。それは思いますもんね。こういう絵描きの仕事をしていて思うのは、毎回新しい発見があったりですね、新しいチャレンジを自分からしようと思えばできる、それは本当に芸術家美術家としては非常にこう仕事の醍醐味の一つですね。でちょっとずつ色を置きながら不透明の色で、置いていってますね。ただどうしても下の絵の具が乾いていないので、少しは混ざり合いながら、そして洋服の部分も一回全体に、色を一回置いて指ですり込んで、ここは結構絵の具が厚く塗られていますね。この筆はナイロンの筆を使ってますね今ね。これホルベインさんが出してるナイロンの筆ですね。すみません、名村大聖堂さんです。すみません間違えました。先日営業に来られていて、買うた筆ですね。すみません名村さん、すごく使いやすいですこれ、思いました。そして叩き筆で叩いていきながら平滑にしていく。僕はこれワンチンとかの作り方とか使い方とかを教えているので、名村さんがワンチンが売れないわけやって言ってました。すみません営業妨害をして、ですね。で叩き筆でトン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 と叩いて平滑にしていきます。でちょっと細かい筆を使っ
て、これはラファエロかなのコリンスキーの筆ですね。ちょっと拡大して、取ってあります。でもコリンスキーっていうイタチ科の動物なんですけども、なかなか取れなくなってきているので、もうコリンスキーもなくなっていくんじゃないかというふうに名村さんも名村大聖堂さんの九州の営業の方、お名前忘れました、言うてはりまして、ナイロンでちょっとそのコリンスキーに近いような感じの筆を作られているというのが最近の主流になってきましたね。だから近いような筆ありますよ。そういうのインターネットとかで調べてみてください。今ネットで大体いろんなことを調べれますもんね。で鼻の穴とかをちょっと暗めにグッとしたり、目とかをグッと暗くして、デテールをこの辺はちょっとゆっくりお見せしています。ちょっとずつですね。私はあんまり形がガラガラと変わることはないというか、ある程度デッサンとかもしてきたので、そんなに大崩れすることはないですが、微調整はもちろんしますよ。微調整は少しずつやりながら進めていきます。自分が思っているように描くことができるというまではやっぱりね、もう東京芸大を卒業したのが2000年なんで、20年21年、初個展が2003年やったかな、17、8年やってます。個展も20はやってないか、15、6回はやってるかな、やってます。ようやく自分の思っている感じになりつつあるかなと思うんですが、それもまたやっぱりなかなかすごいもの、すごい人を見るとやっぱり変わってくるというか、全然自分があかんなと思うんですね。この辺は唇を丁寧に描いていきます。一生学び続けれる仕事っていうのにありつけたということは本当に運が良かったなと思いますし、それを応援してくれた親には本当に感謝です。やっぱりですね、生涯かけて、成し得たいと思うことを見つけれるっていうのは本当にもうね、なかなかないことだと思うんですね。今非常に世の中難しくなっていますね。昔は、いい大学に行っていい企業に勤めるためにいい大学に行っていい高校に行ってっていう感じで、そうするとエスカレーター式にじゃないですが、終身雇用で年功序列で年を取っていけば給料が上がるみたいな感じの世の中だったのが、最近はそうもいかないんじゃないかなと思うんですよね。でもなんとなく世の中というのがすごく便利になってきて、ちょっと歩けばコンビニエンスストアがあり、そこでお弁当も買えればジュースも買え、アイスも買える。もう少し足を伸ばせば何がありという世の中になってきて、なおもっともっと言うと、ネットでポチッと押せばゲームが買えて便利になればなるほど欲というのは薄まっていくんじゃないんですか。わかんないですけどね、若い僕ら世代の人間はいい車乗ってとか、いい車、僕は車あんま興味ないんですが、いい車乗ってどうこうとかあったんですが、もう最近の子はそういうのの欲が少なくなってきてます。これって多分今の日常にすごく満足しているからやと思うんですね。でもね、その満足で、世の中にどんどん流されていって、先ほど言ったようにいい大学に行っていい会社に入っていけば自分の人生は安泰だっていうことはもうなくなるんじゃないかなという、その考え方を早めに捨てないといけないんじゃないかと僕は思っています。ね、よく言うじゃないですか。 AI にはだいぶできてきたね。 AI によって世の中がどうこう、例えば自動運転がどんどん発達していくと、もしかしてタクシードライバーさんとかを批判してるわけじゃないですよ。バスの運転手さん、だいぶ必要がなくなってきてしまうかもしれない。スーパーのレジの人も、10年20年後もしかして全部自動化されるかもしれない。だからそういう社会のこれからの流れや何やらを読みながらやっていかないといけないと思うんですね。
私たち絵描きなんかもそうですよ。まさにこれやったら AI で描けるやないかと、写真でやないかって言われたら僕は負けやと思ってるんですね。だからその辺がどういうふうに勝負していくかっていうのをもちろん考えたり、していきます。何の話とんねんって感じですね。でちょっとずつ背景も書き込んでいきながらお花も描いておきました。これがだからグリザイユからもう1層目っていう感じですね。もうここまで来るわけですね。肌の色とかがすごく複雑に、美しくなってきたんではないでしょうか。いかがでございますか。そして4日目以降、これは何日間かやってます。ちょっとこれは斜めから撮っています。筆先がなるべく見えるように。そして厚く塗っていたこの洋服ですね。こういう風に紙やすりをかけると出てくる。それによって複雑になる。紙やすりをかけ、そうすると下の絵の具が出てくる。そしてまた好きな紫ですね。これ何色でもええと思いますよ。もう本当に僕はなんか紫塗って、例えば反対色の黄色、今回は反対色の黄色っぽいのを薄くスカンブルっていうんですけども、塗っていって、反対色だからより肌がこうなんていうか透明感を増し、全面に、まずポピーオイルだけのコバルトバイオレットを塗りました。やっぱ40分喋るのきついね。そしてこれですね、もうなんていうんですか、ファ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 とこうね、ちょっと画面が光ってしまってます。申し訳ございませんが、白っぽいちょっと黄色を入れたような紫に対する反対色なんですね。少しこうなんていうの、お白い、やったことないですが、ちょっとやってみたいなと前から言うてますね。化粧しようかなと。学生さん、僕が化粧して大学行っても驚かないでくださいね。もうそういう時代ですよ。ね。でちょっとずつこうやって、でもちょっと下の絵の具も塗り残しつつ、でちょっとこれはコバルトグリーンみたいな色を塗ってね。それでも肌に見えるでしょうね。なんかこう微妙な色を塗りながらですね。2021年、皆さんにとってどういう年になりますかね。私大きな予定が実は今年なくてですね、珍しいんですよ。個展もないしグループ展もほぼないと、日動さんであるぐらいかな。もうほぼなくて、のんびりした年になりそうという、おぎ絵描かなあかんので頑張ろうと思ってますが、再来年にちょっと大きなことがありそうな感じなので、ちょっとこれ目のとこね、分かりますか。白目をもう一回描き直してるんです。分かりますか。塗り残してるところ、例えば影のところなんかを塗り残してるんです。分かりますかね。唇の明るいのを置いていくんです。分かりますかこれね。ちゃんと。眉毛なんかはスカンブルっつってちょっと白っぽく消えてるんで後で書き込んでいきますが、こういう仕事をずっと何日間か残りやっていきます。この仕事は一番やっぱ楽しいは楽しいですね。でほんの少しでもすごく印象が変わるので、楽しいは楽しいです。サムホールって言ってね、何センチですか。 227×18 センチかな。手のひらに収まるという意味らしいですよね。確かサムホールというね、そんな小さな作品です。ちま。それでもこれぐらいの私はクオリティを出しますね。ちま。もうこの辺はね点描みたいな感じですね。ハンス・ホルバインっていう絵描きさんがいるんですけど、その絵描きさんもすごい好きで、ハンス・ホルバインさんの人の肌とかみたいにならんかなと念じながら描いております。ね、細かい仕事ですね。複雑にしていくという感じですね。ある程度の距離開けるとあまりこうディティールは見えないけど、寄ってみたら書いてあるんやなというのが見えるように、また透明不透明、半透明を生かしつつ、描いていってます。
写真みたいにフラットではないということですね。だから機会があればぜひ本物を見に来ていただければなと思います。今年はちょっとしっかりとした動画を作ることをテーマにしていこうかなと思ってます。途中でまたやめたっていうか、やりたくなくなる気持ちが湧き起こるかもしれないので、皆さんぜひコメントとかいただければと思いますね。やっぱそこしかないですもんね、モチベーションになるのね。別に見せる必要ないっちゃないんですけど、これ髪の毛、初めの墨入れで使っていた筆と同じです。で下の絵の具が滑るというか乾いてないから長い線が引けるんですよっていう感じですね。今年も元気に皆さんいい年をお過ごしください。眉毛を描いていっております。またリクエストお待ちしてます。なかなかすぐ対応はできないと思いますが、そういうリアクション等が私のやる気をなんていうか湧き起こさせてくれます。何を言うてんねんね。またじゃあ次回、お会いいたしましょう。本日は40分もダラダラお付き合いいただき、面白い話次からしますからね。今日はなるべく解説編ということで、しました。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。小さな作品、サムホールという作品ですね。手のひらに収まるという意味だそうですが、この作品でございます。これからちょっと動画、今年は少し長い目の動画を上げていくこともいいのかなと思って、長いのも初めの頃はちょこちょこ上げていたんですが、今年はそういうテーマでやっていこうかなというふうに思ってます。本格版を中心にですね、だからちょっとアップする頻度は相当落ちるとは思いますが、お楽しみください。本年もよろしくお願いいたします。それではまた。